皆さんこんにちは。私はフランスの飲みの市散策の動画を公開しているリリーと申します。今回の動画はバンブの飲みの市の散策とアイテムのご紹介、そしてタイトルにもありますようにお知らせがございます。引っ張るのもちょっとどうかなと思いますので申し上げますね。今回ヨーロッパで暮らす日本人を取材されているトックトック巡る暮らしとヨーロッパさんよりアイシングクッキーのお仕事について取材をしていただきました。この動画の最後にそのお話を少しさせていただいております。それではぜひ最後までごゆっくりとご覧いただけますと嬉しいです。Oui, je l'ai fait. Ah oui, il est joli, hein, C'est marrant. Oui, c'est trop mimi. C'est mon préféré. Ah oui, celui-là. Mignon. Ouais.なんとかこのめっちゃ綺麗ななんとか、よいしょ。そんなのマークがない。怖いけどね。花でーる。J'ai jamais vu ça. C'était en plus ça a fait que la moitié de ma forêt. On aurait dit que la tornade elle était juste de ce côté-là. Ça, faut que je sois en bas. Il y en a plus, je sais pas, il y a le chien. Je partage pas. Non, je suis à l'étage, mais
Oh non, non, non. Non, j'étais grippé. On va venir mercredi. Elle était malade après le arthrite. Elle hurlait. Ah oui, elle dit ça. 便利やけどちょっ Elle, とスタイルがな pas du tout. Voilà. Il y a ma belle-sœur qui vient le vendredi, ou je sais pas quand. Alors, c'était l'ennemi de ma femme. Parce que, à tes fois, moi j'ai été le moule, et ma femme c'était la commission. Elle était toute petite déjà, et on voulait que sa sœur était plus belle qu'elle. おはようございます。戻しやけど、あ、戻しよう。また写真なんや。イギリスの。そうなんだ。いや知らないです。適当に言った。Bonjour. J'ai tout avec les petites assiettes. あ、ほんまや。あ、かわいい。 Toutes tes assiettes. あ、ほんと。サビアン。メイドインイングランドイングランドだ。あー、そうなんだ。あー、ご名答だった。メイドだった。うん、かわいいね。考えようかな。セコンド。ここで私、ものすごい掘り出し物を見つけました。このサル・デ・ミンヌのカフェオレボールです。白いドットがめちゃくちゃ可愛らしいですよね。こちら、パリの飲みの市では結構値段が高いんですよね。でもこれは2つで10ユーロと書かれた小さなシールが貼ってあります。私は普段動画の中ではお値段を申し上げることはほとんどありません。ですがこれは本当にパリのバンブの飲みの市では破格のお値段でした。
テージは安いな、ちゃんとマークついてて。よし、じゃあ買おうとちょっと。いや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 、2つで10って書いてた。買い取ったんや、買っとったんや、ハガスでね。は、かわいい。動物シリーズ。え、なんでこの帽子なんて。あ、たまにいますよね、こういう帽子。なんかね、売る人なのかしら。牛だよ。シュバリン、ね。あ、それよきよき。あ、うさちゃんないバージョンか。このペケペケでうさちゃんついてるバージョンありますよね。なんかちゃんとブルーウィローなんちょっと受けません？ほんとちゃんと。あ、ちゃんとブルーウィローだわ。すごい、なんやろ、すごいなんかドラマが、人間ドラマが生まれる。ああ、おばあさん。おばあさん絶対意地悪やと思う。
さて、冒頭でも触れていた通り、トックトックさんに取材をしていただいたお話をさせてください。トックトック、巡る暮らしとヨーロッパというヨーロッパの暮らしを伝えるメディアさんです。ヨーロッパ在住の日本人の暮らしやお仕事などを発信されています。トックトックというのはドアを叩く音。新しい自分へのドアを叩くヒントやガイドになれたら、そういうふうにサイトでご紹介されています。私自身ももちろん、私一人の力でここで生活しているわけではなくて、少しの勇気と背中を押してくれる方々と出会えたからこそ、ここで生きています。なので、トックトックさんのその思いにとても共感しました。普段はこのようにのみの市を散策して食器とか古いものを買ってそれをめでて喜んでいる人間なんですけれども、本職はパリでアイシングクッキーのアトリエをしています。とても光栄なことに今回はそちらのお仕事で取材をしてくださいました。多分この動画が出る頃にはトックトックさんのサイトでその動画やウェブの記事が公開されていると思います。撮影中はとても良い雰囲気を作ってくださる中で答えやすいように質問をしてくださり、私もとてもお話がしやすかったです。私がフランスに来てからアトリエを始めるまでの経緯、今後はどうしていきたいのか、自分でも気づかなかった自分の感情や思いに気づかせていただくほど、とても丁寧に取材をして私の言葉を引き出してくださいました。私のチャンネルでは映るのは私の手元だけですし、ぶつぶつと独り言をつぶやきながらのみの市を散策しているちょっと様子のおかしな人ですよね。そんな様子のおかしな人は一体どんな人なのと動画やウェブの記事で知っていただけたら、のみの市散策もより身近に感じていただけるのではないでしょうか。たくさんの方に背中を押してもらえて今の私があるように、また私も誰かの背中を少し押すきっかけになれたらと、そう願います。トックトックさんの今までの動画もウェブの記事もとても素敵なので、ヨーロッパがお好きな方には興味深くお楽しみいただけると思います。そして私のエピソードもご覧いただけると嬉しいです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございました。次回はバンブののみの市と13区ののみの市も少しだけですがお届けします。それでは皆様も楽しい週末をお過ごしくださいませ。